こんにちは、日本語クラスです。今日はライブでお話ししようと思います。はい、ちょっとインターネットが大丈夫かなというのが、少し心配です。はい、もし今聞いてくださっている方、ライブで聞いてくださっている方いらっしゃいましたら、声が聞こえるということと、もし聞こえなくなった時に、あれ今聞こえませんというのを教えていただけると助かります。はい、実は今日ちょっとネットがあまり強くないところから、ライブをします。はい、ちょっとこちらの部屋の問題で、はい、ですので多分今大丈夫そうですね。はい、どうでしょうかね。今聞こえてますかね。聞こえてますよとね、メッセージぜひ送ってください。では、今日実は日本時間結構遅いんですが、今日私がですね、今日じゃないんですけど、最近感動したことを、感動したのを忘れないうちに話しておきたいと思いました。ですので、いや、明日でいいやっていうより、いや、やっぱり今こう、熱い気持ちが心にあるうちに話したいと思ったので、自分のためにも、はい、自分はこの時、この人に感動したんだなっていうのを忘れないように、撮りたいなと、おしゃべりしたいなと思いますので、皆さん、よかったら、ちょっと、皆さんのお耳の恋人っていうんですね。こういうのね。耳です。お耳。耳におがつく。お耳。ね。耳の恋人みたいな気持ちで、ちょっと聞いてあげますよと。どうせそんな大した話はしないでしょうと思いながら、大した話ってね、N2 で出てきますね。大した話。そんな大切じゃない話っていう意味ですね。そうそう。なんかまた変な話してるな、この人って思いながらで全然いいので、寝る前にでもね、聞いてもらえたらいいかなと思います。あと JK さん聞こえますと。ありがとうございます。メッセージを送ってくださって。よかったです。大丈夫そうかな。もし聞こえなくなったら、あれ聞こえませんよって送ってください。お願いします。本当に助かります。ちょっとそしたら、なんか、違う部屋に移動したり、ちょっと頑張ります。はい。ですね、じゃあ早く話に行きましょう。今日この写真の通りですね、テーマはですね、まあ、海ですかね。大きなテーマだと海なんですけど、この写真のように、綺麗な、こう、静かな波って言いますね。このウェーブですね。とっても静かな海じゃなくて、もっとですね、このように激しい波という、はい、大きな波で、スポーツがありますね。この波に乗るというスポーツがありますよね。そうです、そうです。ちょっと写真をちょっと最初は見てみましょうか。これ、何やってるんですかってね。あなたは死にたいんですかってね、思う人もいるかもしれませんね。でもこれはスポーツなんですよね。これ名前は何でしたっけね。これとか、ちょっと今写真たくさん見せます。ぜひぜひ皆さん見て一緒に楽しみましょう。これとか、うわー、何ってね。でもかっこいいですよね。でもこれ危ないんですよね。怖いですよね。もう私やらないんですよ。私はやらない。やったことない。はい。私海大好きですけど、これはやったことないんですね。残念ながらまだ。海の中に入って魚を見たりするのは、ダイビング。あれは私は好きなので、ライセンスを持ってるし、やるんですけど、このボードと呼びます。日本でも。ボードの上に乗って、波に乗るというのは、これはスポーツですね。これはですね、名前はサーフィンですよね。英語と一緒、サーフィン。で、サーフィンはスポーツの名前で、これをする人、スポーツする人のことはサーファーと言いますね。サーファー。で、これを趣味でやってる日本人もたくさんいます。はい。日本もやっぱり周りが海ですので、週末とか休みの日に朝早く海に行ってサーフィンをするという
趣味の人多いですよ。だけどこれを仕事にしてる人もいますよね。はい。何のスポーツでもそうですね。ゴルフでもゴルフ趣味ですじゃなくて、もうそれが仕事ね。プロゴルファーですよね。あれはプロゴルファー。プロテニスプレイヤーとかね。野球選手もそう。プロ野球選手ですよね。プロサッカー選手。ですので、このサーファーもそうですね。サーファーもプロがつきます。プロサーファーです。はい。で、今日はですね、まず中心にこのプロサーファーの、日本人の人のお話をしたいです。私この人のことを、テレビを通して知りまして、なんでしょうね。ちょっとね、サーファーという仕事というか、サーファー、まあでも仕事ですよね。趣味じゃないからね。もうこういうオリンピックとかに出るレベルの人たちがどういうふうに練習してるのかっていうか、どういう生活なのかっていうのを、今回初めて知って、感動したんですね。すごいって思いました。はい。ですので、ちょっとそれを私は自分がそう思ったのを忘れないうちに今日ちょっとお話ししたいと思っています。はい。で、今日は本当にポッドキャストなので、ちょっと楽しみながら聞くようなイメージで聞いてください。別に JLPT の聴解リスニングのテストとかじゃ全然ないので、わからない言葉をね、私がもし言ったとしても、そんなことは日本人と話していたらもうよく起こることですから、ただ私はもちろん教師なので、難しい言葉をできるだけ使わないで優しい日本語で話すのが日本語教師の得意なことですから、そのように話していますので、それでも分かんないっていうのはちょっとあんまり気にしないで聞き流すっていうのが一つの言葉の練習の言葉のシャワーを浴びることの大切さです。はい。で、今日ライブなので字幕、サブタイトルは出ないですが、明日とか明後日ぐらいになれば、もう一回これ見てもらえれば、自動の、字幕が出るようになります。はい。なので、よかったら、そちらでも見てもらえるといいかもしれない。ただ、今日は、まずライブなのでお話しましょう。ですね、この、サーフィンというのは、オリンピックのスポーツになったのはこの前の東京オリンピックからみたいですね。で、そこでこの日本人の五十嵐カノアさんという男性が日本の代表、日本の、サーファーとして、出ました。で、そこで2番目の、メダル、銀メダルですね、を取ったんですね。で、何ですかね、別にね、なんて言うんだろうな。そうか、私今感動してる時ってうまく説明できないんですよね。だからね、先に言いたいことを先に言った方がいいやって思っていて、今日ね、多分ね、言いたいことはね、一つは、あのーサーファーという、なんて言えばいいかな。なんて言えばいいかなってひどいですよね。まずこの人すごいっていうこと。でも当然すごいですよね。オリンピック選手だから、どのスポーツやってる人もすごいんですけど、えっと、ただ、これって自然の波の中でパフォーマンスをしなければいけないという難しさがやっぱりある。で、それをどうやってねコントロールしてるのかっていうのがって思ってってびっくりしたなっていうのがまず一つかな。で、あとはこの方ですね、とても頭がいいらしいんですよ。簡単に言うとね。そうなんとプロサーファーで今26歳かな、26歳ですね。
で、もうプロサーファーとしてサーフィン始めたのが3歳から始めたと。でもう6歳の時にはもうスポンサーがついてるんですね。会社がもうこの人、この6歳の男の子、この子はすごいということで、もう会社がサポートしてるっていう。でなので今26歳だけれども、もう6歳からプロサーファーなんですね。だからもう20年間もうプロなんですね、この人。でそれだけでも大変なはずですよね。20年間スポーツ選手として生きてきていて、でそんな大変じゃないと思ったんですけど、なんと去年ですね、アメリカの、ハーバード大学って皆さん知ってますよね。ハーバードです。はい。ハーバード大学の大学院で、今ビジネススクールに通っているらしいですね。で簡単に言うと、もうスポーツもできるし頭もいいという人です。でこれって結構スポーツ選手の中には結構いるんですよね。運動ももうオリンピックレベルだし、プラス頭もすっごくいいっていうの。はい。でいつ勉強してるんですかってね。もう寝る時間も必要だし、スポーツ練習する時間も必要だし、勉強する時間いつあるんですかってね、やっぱり思っちゃうんですけど、これがですね、意外といるんですよね。この他の、例えば、ラグビーとか、私ラグビー好きなので結構ラグビーも見るんですけど、ラグビー選手の中でもオリンピック選手、世界日本代表とか世界という国代表の選手でもスポーツもラグビーも素晴らしいし、頭もすごくいいっていう人がいますね。で例えばニュージーランドの、ラグビーはとても強いですね。世界の中でもとても強い。であそこのニュージーランドのチームのニュージーランド代表の人たちというのはIQ がとても高いらしいですね。で IQ だけじゃなくて実際やっぱり努力もすると思うので頭がいいと。頭使ってスポーツしてるってことですね、まずね。でラグビーは本当に特に頭使ってねやらないと勝てないものなのでもうそれよくわかるんですけど、でこの五十嵐カノアさんのこのサーファーのこの人もですね、このただいい風が吹いて綺麗な波に乗ればいいっていうのをそれを待ってるっていうんじゃないみたいなんですよ。でそれがですね、私このある日本のテレビ番組だったんですけど、それを見ていてこういうふうに考えてるんだっていうのがよく分かった。でそこでまず大きく感動したんですね、私ね。で、そうそう、でも先に私言いたいこと言わないとね。でまずそれが言いたいこと。すごいなっていう、ちょっと後で言いますけど。でね、この話、じゃあ私たちみたいなオリンピックに出ない普通の人、そんなスポーツは趣味ですぐらいの人に何が関係あるっていうと、あのやっぱりですね、この人に関わらず私読んだ本があるんですけど、頭が良くなりたかったら運動するしかないっていう、ベストセラーがあるんですね。それはアメリカの研究をまとめたアメリカの人が書いた本なんですけど、日本でも翻訳されて、とても人気な本なんですが、その本でももうとにかく言いたいことは、もういろんな実験をしたけれど頭良くなりたかったら長い時間勉強すればいいとか、こういう方法でやればいいとか、そういうことじゃなくてそういうことじゃないんだって一番とにかくいい方法は運動しなさいっていうことなんですよ。それを言いたい本で、もう良くも悪くもいろんな実験をして、いろんな人に実験をして、もうその結果が出たと。
はい。で、ただ、じゃあ勉強はしないのっていうと、そうではなくて、先に結論を言うと、言いたい、その、どうすればっていうのを言うと、運動した後に何かを覚える。で、また運動する。で、例えばその後寝るとか。で、勉強の前と後ろに運動を入れるととても効果がある。とても何か覚えやすいとか、あとは何かこう新しいことを考えたいんだったら、やっぱり考えてるその前と後に運動するとすごくいいアイディアが出てきますとか、そういう研究結果が出てるらしいんですよ。で、それを私はもう本を読んでいたので、読んで、でその本の中にも、もうね、でもかといってね、そんなに激しい大変な運動は皆さんできないと思います。できなくてもいいんですと、その本に書いてある。できないんだったら犬の散歩でも全然いいからって書いてあって、とにかく体を動かしてくださいって書いたんですね。もう家にいてゆっくりしてるのはもったいないと。とにかく動けと。動けば動いて、体を使えば使っただけ、体は元気になるし、頭はもっともっと働くようになりますと。っていうふうに書いてあって。で、実はもっともっと深く研究して、すごい細かく書いてあるんですね。頭の中のシステムとかもすごく細かく書いてある本なんですけれど、今簡単に言うとそういうことなんですね。だからそこが私たちに今本当に関係のある部分で、私その本読んだ後随分経ってからこの五十嵐カノアさんを最近の生活について知って、あ、本当に本に書いてあった通りにこの人はあの実験を証明しているような人だなっていうふうに思ったんですね。こものすごく運動をして、でその後勉強してる、でそれを繰り返してるっていうのでうわーすごいなと思ったし、すごくポジティブだし、考え方がねすごいなって思ったっていうのを、私はまず言わなくちゃいけないなと思いました。今それをまず言いたいことですね。うんそこがまず皆さん、私たちに関係あることです。そうということで、じゃあもうちょっと具体的にもう少しだけ、この五十嵐カノアさんがどんな生活してるかっていうのをね、ちょっとお話しすると、でちょっと写真飽きちゃったと思うんで、こう写真見ましょうか。この波あるんですけど、あの実際はですね、このプロサーファーの人はこの波よりもっともっと高い波に向かってやりますね。でね、すごいと7メーターだそうです。波7メーター。7メーターって何ですかね。え、ビル2階とか3階分ぐらいですかね。それが海の上に立ってる。ここに。考えられます？怖いですよね。そう。だからこの五十嵐さんも最初は怖かったって言ってました。子供の時は怖くて夜眠れなかったって言ってました。次の日波に乗れるのか怖いって思ったけど、練習していくごとにねできるようになってきて、自分が成長するのを感じられるって言ってたんですけど、じゃあもうちょっと、この五十嵐さんのことを言うとですね、まずは今26歳で、生まれたのはアメリカのカリフォルニアだそうです。で、この人ですね、お父さんお母さんは日本の人なんですけど、日本人なんだけど、もうアメリカで育って、一度も日本には住んだことがないです。だけど、お父さんお母さんとは日本語で話してるので、日本語は話せます。はい。とても全然普通に上手です。はい。で、3歳からサーフィンを始めて、6歳の時にはもうそこの、アメリカの会社がスポンサーになりました。この子にお金を払うと。
お金のことは心配しないでください。あなたは、とにかくサーフィンをやってくださいと。そういうことですね。ですので6歳からもうプロサーファーで、その後もうどんどん世界の大会に出て、世界大会で優勝したことがあります。はい。で、2021年の東京オリンピックで2番目の銀メダルというのを取る。で、次2024年ですね、今年ですね、2024年の7月からですね、パリオリンピックがありますね。こちらにも日本代表として出ることが決まっています。はい。で、なんか聞くと、おー、すごいすごいって思うんですけど、私が一番感動したのは、うわ、すごいな、そうやって練習してるんだって思ったのが、そのテレビ番組でね、見ていた時に、まずどんな生活かというと、もちろん練習しなきゃいけないですよね。で、どうやって練習してんのかなって思ったんですよ。そしたらまずは朝と夕方に1回ずつ、朝と夕にはもう海に行って練習する。でこれ絶対毎日で、アメリカに住んではいるんですけど、ですね、アメリカの家と、あとポルトガル、ヨーロッパのポルトガルですね。ポルトガルもあそこ波があるんですかね、海ね。ポルトガルにも住んでいるらしいんですね。で、アメリカとポルトガルを行ったり来たりしたり、または全然違う場所にもう海の状態がいいところにもう旅行というか練習のためにどんどん移動して生活してる。だから2週間同じところにずっと住んでないらしいんですよ。すごいですよね。2週間で14日間同じ場所にずっといない。もう波が良くないってなったら、例えばアメリカに2週間いたけど、もう波良くないなって言ったら今度ポルトガルに行って、またそこで2週間。またちょっと良くないなって言ったらまた違う国行って2週間とか。そういう繰り返し。ずっとそれ。まずそれもすごいし、そこのお金に関してはもうプロサーファーですから会社がねサポートしていますのでそこはいいんだけど、でも反対を言うとそうやってサポートしてもらっているのでもう結果を出さなければいけないっていうプレッシャーはきっとあるとは思うんですね。ですが、もうそれが仕事だからやらなきゃいけない。でこのね海の中にね入ってるところをテレビでやったんですよ。で実際の私がテレビで見た時のはもっともっと高い波だったんですが、この辺で待ってるんですね、波をね。で、来るかなって言って、で来たらもちろん行くと。でそれをまず朝練習して、でその後この五十嵐さんと一緒に車に乗るんですね。でインタビューしてる。でどうですかってね、毎日こういう朝練習してるんですねって言ったら、そうなんですって言って、本当はもっと練習してもいいんだけど頭が疲れちゃうんですって言うんですね。体は全然疲れてないんです、今も全然疲れてないんだけど、海の中にいて波は次どうやって形が変わるかなって、この波はどういうふうにどのように動くかとか、そういうのを、あと自分がどうやったら乗れるかっていうのをすごく考えながら見てるらしいんですよ、この海の中入りながら。ですごく頭を使ってるから、もう練習して最後の方になってくるともうだんだん集中力がないんです。もう一番最初に朝入った時に頭がすごくすっきりしていたのに、それがなくなっちゃうから、もうあまり練習しても続けて練習してもあまり意味ないと思うので、もう長くは練習できないんです、1回では練習できないんですって話してたんですね。で私それがまず1回びっくりして、体は全然疲れてないんだ、そこにまずびっくりしたんですね。で私
海好きです。そう海好きだから、特にダイビングが好き、この海の中に入るのが好きですね。私ね、魚を見に行くのが好きなので海行くんですけど、海ね好きだけど疲れるんですよ、やっぱり。あのどうしてもプールと全然違いますね。プールはもう静かですから、ここ静かですから、全然疲れないんですけど、泳いだら疲れるけど、でも海ってここにいるだけで私は疲れちゃうんですね。ここに浮いてるだけで、プカプカプカってしてるだけで、疲れないけど、でもやっぱり流されますから体が動いてしまうので、もう何にもしてなくてももう運動になってる。あ、これはいいダイエットだ、ダイエット運動だななんて思ったりしますけど、だからね、やっぱりね、もうこれだけね、もう3歳から入ってるところ、23年間ずっと海に入っている人間ですよね。人間というのはもう入ってるだけで疲れない。疲れなくて、そんなことより波のことを考えて、どういう風が来るのかとか、それを考えることは疲れるけど、水にいるのは全然疲れないっていうのは、やっぱりね、人って慣れると、慣れると何でもできるようになるのかなってちょっと思っちゃったんですね。もちろん私がね、同じように3歳からやってたら同じレベルになれるかって言ったらそれは違うかもしれないけど、でもそういう人間がいるんだって思ったら人間ってすごいなってやっぱりちょっと思ってしまって、なんか何でもできないよって、いやそれやる前からねできないって思うのはもったいないななんてちょっと一つは思ったのと、そうでそれだけのね、そのプロスポーツ選手が疲れるっていうのはやっぱ頭を使ってて疲れるのかっていうのがすごいね、私の中では思っていた答えじゃなかった。意外だったんです。びっくりしたんですね。あ、そうと思って。でそのようにして彼はもうダメだ、頭が疲れちゃったって思ったらもう練習やめるんです。朝ね、もうダメだと、ここにいても意味ないと。でなのででその後帰ってくるんですけど、でこのサーフィンっていうこのスポーツの面白いところは、大会、このスポーツ大会の時にいくら素晴らしい選手でも優勝できない、一番になれないとか、すごい下になってしまう、ランキングが下になってしまうっていうことはよくある話らしいんですよ。って思いました。普通のスポーツって、やっぱり練習しておけば練習しておくだけランキングが上になりやすいのが多くのスポーツだと思うんですね。もちろん相手の選手がいて、例えばテニスとかだったら相手の選手より勝たなければいけないとかあるけど、あとゴルフとか、ゴルフも一人でやるものだから、確かに風がどのくらい吹いたとか、自分の体の調子が悪いとか、自分の心の状態が良くないとかであまりうまくいかないっていうのはあると思うんですけど、サーフィンって相手が波だから、波と風とこの自然が相手というので、大会の時っていうとやっぱり本当に残念だけど波がいいのが来ないとか、波あんまり強い選手じゃないのに、あんまり経験がない選手でもラッキーで波がいい時に来て、自分もこれいけるなと思ってそこにバーって言っていいようにできてしまって、あんまり強くないはずの選手とか、あんまりまだまだ経験がない選手とかが一番になってしまう、優勝おめでとうございますってなってしまうことが結構あるらしいんですね。だからこの五十嵐選手もこのサーフィンというのは優勝、絶対に一番になれるということはない。
それが絶対に保証がある、そうなるとは言い切れないスポーツっていうふうにもうはっきり自分でも言ってるんですね。もう彼は素晴らしい経験があるけれど、それでも負けるっていうことを今までも経験してるし、それはこのスポーツはそうだっていうふうに言っている。だけどそんなことを言ったら、じゃあラッキーだったら勝てるスポーツなのかって言ったら全然そうではなくて、やっぱりどういう波が来るのかというか、まずどういう波が来るかを自分で、予測できるようにいつもいつも海を見ている。海を見て練習しておく必要がまずありますよね。だから自分で経験して、こうだったから A が起きたから B になることが多いというパターンを経験から学ばなければいけない。勉強しなければいけない。そしてそれプラス、それだけではなくて、もうやっぱりそれでも予想外、自分が思っていなかったように波が動くことももちろん多いので、どういうバランスになっても倒れないように、体を鍛える、トレーニングしておくっていうことがそれもとても重要なことらしいんですね。で、このバランスとか体の筋肉を鍛えるっていうのはもちろん海の中ではしないで、それはジムとかそういうところで鍛える、トレーニングするっていうことが必要らしいんですね。だから海での練習はもちろん朝と夕方毎日やるし、それ以外はジムとかに行って、トレーナーさん、専門のトレーナーさんにバランスの練習を一緒にしてもらうっていうことをやっているらしいんですね。だからそれをそれをねやってもその本当の大会の時に波が来なかったみたいなので勝てないっていうことも残念ながら本当に起きちゃうみたいで、実際そのテレビをね見ていた時も、その番組ってですね、10ヶ月ぐらいずっとこの五十嵐さんをずっとテレビで追いかけてるんですね。なんかもうドキュメンタリーなんですけど、その間に世界大会があったんですが、その大会で、もう一番になる予選といって、大会の一番最後のファイナルの時の前の試合で一番だったんですけど、最後の最後に波が来なかった。で、まさか全然下のレベルの人が一番になってしまって、五十嵐さんは負けちゃったんですね。だけど終わった後にすごく爽やかなんですね、五十嵐さんが。いやこういうことはよくあるんですとか言ってこれ仕方ないですって言って、全然なんかインタビューではなんか、いや本当悔しいですとかじゃなくとか、波が来なくてとかそういうこと言わない。まずね、そこがね、私すごいなと思いました。これね、自分だったら波のせいにする。いや私も昨日までは1位だったんですけど、今日は波が全然来なかったです、本当に残念ですって言っても、そういうふうに私だったら言ってしまうと思うんですね。今まですごく練習してきたのに、この時だけ波が来なかったって、波のせいにするっていう、私だったら言いそうだなって思ったんですけど、なんで言わないのかなって思ったら、やっぱりね、もう本当にいい意味で諦めてる、仕方ない、これはしょうがないってやっぱり思ってる部分が五十嵐さんはあるんだと思うんですね。だけどそうはっきり言えるっていうのは、その試合までに自分がやらなければいけないことをちゃんとやってきた、準備はちゃんとやってきたから、準備 100%OK だから、その試合の時に
その海の状態と自分の時間が合わないことはもう仕方がないんだ。でもやらなければいけないこと、今までやらなければいけないことはやったから、それで負けるんだったらもう仕方ないっていうふうに思えるし、思ってるし、インタビューでもはっきり言えるっていうのがかっこいいなって思いました。かっこいいし、本当にそういう気持ちで毎日毎日を生活してるんだろうなっていうのがすごい感じたんですね。でそれがもし私サーフィンもちろんやってないから、自分がねこう何かのテスト試験とかで勉強の試験とかで合格しなかった時に、私はねこんな風に思えない。私はすぐ悔しいって言ってしまう。って言って、あとちょっとだったのにとか、あの問題に時間を使いすぎちゃったからこっちができなかったんだとかって、負けた理由を自分、人に言わなくても自分に言いそうなんですね。ダメだったなとか、もうあんなにやったのになとか、それってやっぱダメだなって思いました。そういうふうに考えるってことはやっぱり準備が足りない。そうそれでだから負けてるんだなっていうふうにやっぱり思ったし、自分がね。で反対にこういうスポーツの選手、この五十嵐さんでまず考えると、もうテストというかこのスポーツの大会ってこの日って決まってて、で自分がこの時間に出るっていうのも決まってて、もうここで結果を出さないともう終わりなわけですよね。この東京オリンピックの時もやっぱりそうだったってインタビューで言ってました。東京オリンピックまでは毎日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 、そのオリンピックのこの日に向かって練習してきた。だけどこれが終わった次の日からは何もなくなったと。もう急にゼロになっちゃった。だから何ですかね、よく言えばまた新しくゼロが始まるんだけど、なんというかもうどれだけそれに向かって本気で毎日を過ごしているかっていうのが、その本気だ、俺はやってるんだっていうそのレベルがすごい高いんだろうなっていうふうにやっぱり感じました。なんかもう私みたいに何かの試験に合格したいからよし頑張るぞとか言ってカレンダーにマークしたりしてね、よし今日はここまでやるんだとか言って、でそのテストの1週間前になったらもう間に合わないとか言って、どうしようこれじゃダメだみたいな、急にもっともっとやるようになるんですけど、なんていうかこうちゃんとしてないですよね。ペースが、勉強のペースもちゃんとしてないし、そうなるとどんどん心も焦ってくるし、どうしようどうしよう間に合わないとかなって、でテストの前の日本当はよく寝て準備した方がいいのに、もう前の日、寝てられないですよ。もうどうしようどうしよう、ここまでちゃんと覚えてないとか言って、もういつもより全然寝ないでテストに行く。そりゃうまくいかないですよテスト。ダメよ。でテスト終わった後合格してないとか結果が悪いと、いやダメだね、悔しいな、勉強したのにって言ってしまう。いや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 何を言ってるんですかと、なんて自分は格好が悪いって思いましたね。これはね、五十嵐さんはこういうことはないと思いますね。もうちゃんとここで結果を出す、この日に結果を出すって目標をしっかりこう定めるっていうんですね。目標を定めて決めて、そこに向かってどうやったら勝てるかっていうのを考えてる。それも勝つ相手があの選手に勝とう、もちろん試合だからいっぱい出る人いますよね。他の選手いる。他の選手にも勝たなければいけないし、海にも勝たなければいけない。この波に勝たなければいけない。または波と仲良くしなければいけないという、ちょっとよくわかんないですよね。答えがないような
ものと戦わなければいけないっていうすごいことやってんだなって思ったんですよ、このサーフィンって。だからそう考えると勉強なんてある意味すっごい簡単。あのこの本を全部覚えれば100点取れますっていうのが大体決まってるんですよ。だからそう思うと、こんないつもサーフィンをやってサーフィンの世界で戦っている人から見たら、勉強なんというのは多分簡単に見えるんじゃないかなっていうふうにも思った。だからアメリカの、まあもう一番と言ってもいいぐらい難しいハーバード大学の大学院で勉強できるレベルなんだと。すごいねと。で本人が言ってました。この五十嵐さん言うに、サーフィンでの勉強は学校の勉強ととても似ていますって言ってました。サーフィンの勉強はって言ってましたよ。やっぱサーフィンは勉強なんだと。海を勉強する、海を学ぶってことですよね。やっぱり大学の勉強、ハーバード大学の勉強も、いやこれ無理かな、ちょっとこのプレゼンテーションどうやってやればいいか分かんないなとか難しすぎるなってやっぱ思う時あるらしいんですけど、それでもやっぱりサーフィンの大変さを思い出して、どうやったらこの問題を解決できるんだっていうふうにやっぱり考えるらしいです。だからね、ずっと頭使ってんだなと思ってね。だから運動もしてるし、で夜とかはですね、家に帰ってきてこの大学の勉強してるんですよ。もでまた寝て、で朝海行って、で練習して、で帰ってきて、でまたジムとか行って、でまた海行って、夕方海行って、また海入って、で夜帰って勉強してっていう。あ、そうと思ってでそれが2週間は同じとこにいないと、また違うとこに移動すると。移動するだけでも忙しいと思うんですけどね、すごいなと思います。だからこの本当にいろんな国を移動してるので、この五十嵐さんはいろんな国の言葉が話せます。えーテレビでは5つの国の言葉が話せると言ってました。もちろんね、やっぱりもちろん英語はアメリカで育ってますから、英語、日本語、あとポルトガルにも住んでるからポルトガル語、あとはフランス語、イタリア語だったかな、最後が話せると。できっとね、そこ自分でも勉強したと思うし、ただ海のためにいろんなところに移動して子供の時から生活してるので、そこの場所に行って、そこの人たちと話をして、そこで新しい言葉を教えてもらったりっていうことがきっとあるんじゃないかなって思ったんですね。まず生活で必要じゃないですか、言葉って。だからね、そういうふうにね、このサーフィンを通して世界中行って、そして世界中の人に会ってコミュニケーションをとっている、そういう生活を26年間してきてるんじゃないかなっていうふうに私は勝手に思ったんですね。だから移動して、また海に入ってスポーツして、でも体使って、で海から戻ってきたらいろんな人と話してってね、ずっと頭使ってずっと体使ってるっていう、すごいなって思いましたね。でこの彼がね言ってたのが、こう去年より5%良くなったとかって言うんですよ。でやっぱもう世界中、いろんなとこ行ってて、で毎年こう世界大会っていうのがあって、例えばタヒチっていうね、場所があるんですが、この今の写真みたいに海がすっごい綺麗で、タヒチは世界で最大の波が、立つような場所らしいんです。それが7メートル7メートルの波が起きるような、もうサーフィンの大会ではねよく使うんじゃないかな、多分。そこに毎年行って、
小さい子供の時はもうそんな波怖くて夜眠れなかったけど、毎年毎年ちょっとずつちょっとずつ自分ができるようになって、あの成長を感じられるからサーフィンっていうのは面白いですっていうふうに話していて、この20年間もうプロとしてやってきて、そんな成長を感じられて楽しいですなんて、なんて爽やかな、なんかつい最近サーフィン始めたような人みたいな、そんなコメントをしていて、なんてね、こう自分の成長をね自分で感じてる、努力続けてる人なのかなっていうのがすごいなって思いました。でそれを通してみるとやっぱりそこから今度自分たち、私たちサーフィンはやらないけど、そんな毎日運動ばっかりしてないけど、私たちに思うとやっぱり私たちも何かちょっとずつは成長してるはずなんですよ。あの仕事でもそうだし、学校の勉強でもそうだし、日本語の勉強でもそうだし、頑張って続けているんであればちょっとは良くなってるはずなんですよ。それをね、どれだけ自分が分かっていて、自覚っていうんですけど、自分で知っている、自分で知っていて、でそれをどのくらい自分が楽しいな、嬉しいなって思えるかっていうのがすごい大事だし、それがハッピーなんじゃないって、それこそが本当にこう生きていて楽しいことの一つなんじゃないかなっていうのをこの五十嵐さんからすごく感じました、私は。だから彼は本当に自分の成長を確認してるし、毎回毎回、毎日毎日、あのそれを思うと、私はあんまりそういう自分のチェックっていうのをしてないなって思ったんですね。だからあのそれってやっぱりね、大事なことなんだろうなとは思いました。もちろんそれってアスリートの人ってみんなやってますよね。よく自分のことをノートに書いてるっていうのよく聞きますよね。毎日毎日どういう今日は良かったのかとか。日本の野球選手の、大谷選手、翔平大谷ですね。今アメリカドジャースで野球をやってますが、彼もやっぱり子供の時から毎日毎日日記、ダイアリーですね。今日はどうだった、今日の野球の練習はどうだ、毎日毎日書いていたんですね。で毎日書いてそれをお父さんに見せる。でお父さんがそれを読んで、もしねこうネガティブなことが書いてあると、今日はあんまりよくできなかったとかね、もっと練習した方が良かったのに疲れてしまってできなかったとか書いてあると、お父さんがすごい励ましてくれることを書いて、大丈夫だ、翔平大丈夫だ、明日やればいいんだ、お前はできる、お前だったらできる、明日がある、頑張れ、今日はよく寝てくださいとかなんか書いて翔平君に返すっていうのを毎日毎日やったらしいんですね。でそれをねずっと繰り返して、もちろん今はねそんなことはやってないでしょうけど、そういうのはでも結構よく聞くんですね。プロスポーツの選手になる人っていうのはやっぱり毎日毎日自分をよくチェックしてる。どんな風に変わったか。昨日と今日の自分は昨日より1%でも、1%って大きいですね。一歩でも歩く、一歩二歩三歩ですね、歩くちょっとでも良くなったのか、成長したのか、またはちょっと悪くなってしまったのか。やっぱり怪我とかねありますよね。やりすぎて足が痛くなってしまったとか、そういうのもあるし、そういうのすごく自分でチェックしているみたいですよね。それね、私ね、やった方がいいっていうのはよく聞いてたんだけど全然できないんですね。だからね、なんとかやった方がいいなって今は思ってますけどね。やった方がいい、多分本当にできる
まずそこの努力が必要。でも努力なのか、それが努力しないとそれができないっていうんだと多分弱いんでしょうね。そのやりたい気持ちが弱いんでしょうね。だけどそれが好きすぎるとか、やっぱり好きかな、面白すぎるとか、自分はすごい下手だけど面白い、上手くなりたい、別にこれはお金に関係ないけどとにかく面白いみたいな、だと多分もっともっと熱くなるっていう、もう人に言われなくてももうなんかノートを書いているっていうね、っていう風になるんだろうなと思いましたけど、だからそういう風に自分の成長を書いて記録して自分で見てみるっていう変化を知るですかね。自分が今どうなってるのかっていうのを確認するっていうことは多分何でも大事。スポーツでも大事、勉強でも大事、自分のダイエットでも大事だし、毎日何時間寝てますかっていうチェックでも大事って言いますよね。朝何時に起きて夜何時に寝たのかをチェックしておくだけで健康になるっていうのを聞くんですけど、やっぱり書いておく、メモをしておく、記録を取っておくっていうことがなんだか大事みたいっていうのが感じました。この五十嵐さんから見て。あとは記録するだけじゃなくてそれを楽しむってことですね。五十嵐さんそっちかな。なんかねすごく楽しそうでした。なんだかとても明るい人なんですこの人。すごいね、俺練習しなきゃみたいな、嫌だなとかそういうの全然ないんですね。とにかく明るいの。なんか本当にサーフィン好きなんだなっていうのが感じられました。だからねだからいけるんですね、そういうレベルまでね。だから感動したんだと思います私。はい、すごいなって思います。本当ご飯食べた後もうすぐ海に行っちゃうんですよ。ご飯食べてね。もうそれもね私小さなことだけど、私ダメだなって思いました。私ご飯食べた後ね、もうちょっと疲れたって言ってね、すぐ動きたくないなんて、ちょっと YouTube 見ちゃおうかななんてちょっと見ちゃったりする時あるんですけど、あるっていうかすごい多いです、そういうこととか、ちょっと本読もうかなとか言って、いや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 、やっぱりね運動した方がいい運動した方がいい。運動運動してでその後私は仕事するっていう風にしないといけないです。頭ではそう分かってるんですけど、なんでできないんでしょうね。なので皆さんね、最初にも言ったけど、何かやんなきゃいけないことあったらその間に運動を挟んでください。そうするとねすごくパフォーマンスが上がります。それは私がとかじゃなく、この五十嵐さんがというよりも本当に研究結果で出てることなので、これ嘘じゃないですよ。なので散歩だけでもいいらしい。何でもいいから、ちょっとでもいいから、はい、動いてからやるといいよっていうことです。で私はこの五十嵐さんを見てそれをまた思い出しました。はい、ですのでなんか楽しくそれをできたらいいなって思います。五十嵐さん本当にね、なんかね楽しそう、生きてるのが。もちろんプレッシャーはあるけど、今年オリンピックあるし、今年はサーフィンで1番取りたいって思ってると思います。この前2番だったからね、4年前はね。だけどなんでしょうね、なんだか楽しそう。もうあんまりそう1番とかじゃなくて、とにかく楽しんで、あとオリンピックで勝つと家族とか、あとは日本のみんなが喜んでくれるから嬉しいって言ってました。なんかねすごい考え方が大きいですよね。まあそれはねオリンピック選手結構言いますよね。でもなんだかねとても穏やかというか考え方がね大きいなっていうのが思いました。やっぱいつも自然と戦ってるからかもしれないね。この人間と戦うんじゃなくて自然というもう普通勝てないようなものと戦ってるから、もうやることやって、やらなければいけないことやって、ダメなら仕方ないっていう考えがしっかり体に入ってるのかもしれない、インストールされてるのかもしれない。
だからね、なんだかねすごいなって思いました。もうね、顔がかっこいいとかね、体が綺麗だとかね、あのそういうのを超えて人間としてすごいなって思いました。うん。だからね、そういう人はいっぱいいるんですけど、久しぶりに偶然彼のドキュメンタリーみたいなものを私は見たので、あのすごくねいい刺激をもらいました。直接会ったことがあるわけではないけれども、なんだかこう偶然私にいい影響を与えてくれた一人です、今のところね。はい。で、私バカなのですぐね影響されるんですね。ああ、五十嵐さん頑張ってるからじゃあ私も運動しようとかね、もうすぐそうなっちゃうの。私って簡単なんです、私はすごく。なのでね、でもそれでもいいと思ってるんですね。いやいやオリンピック選手だからできるでしょって、そんな風に自分はなれないよとも思うんだけど、自分はそんなオリンピックレベルにならないけど、でもちょっとでもね、五十嵐さんの言う通り昨日の自分より今日の自分ちょびっとちょっとだけでも良くなってることがやっぱり嬉しいって思えることがまず素敵だと思うので、そういうところを同じように見習いたい、見習うっていうんですね。コピーするってこと、習うです。見て習う、見て教えてもらうってことです。そう見習いたいなと思ってます今ね。うん。ですのでこの方、オリンピック出ますので、もしよかったら皆さんサーフィン見てみてください。五十嵐カノアさんです。はい。このカノアというのは変わった名前ですね。カノアってカタカナで書くみたい。確かハワイの言葉で自由っていう意味、自由、フリーです。自由っていう意味だって確か言ってました、テレビで。ごめんなさい間違えてたら。だけどお父さんお母さんはやっぱり自由に生きてほしいなっていう、大きな人になってほしいなっていう、何にも縛られないでこうしなさいとかじゃなくてっていうふうに決めたのかなって思います。すごいですね。でも自由に生きるっていうのは大変なことですね。責任があるけどちゃんとそういうのを受け入れてしっかり生きている人、そして楽しんでいる人、うん、で周りをちゃんと自分が頑張ることで幸せにしている人だなと思います。すごいですね。うん。ね、なんだか自分でも私ね今話しててなんだかねまとまらないけどね、でも多分こういうことに感動したんじゃないかな私。なんか多分だけどね、だからそれをね聞いてくださっている皆さんには本当に感謝です。はい。ですので私はちょっと自分のためにも今お話ししたので、ちょっとノートにね自分は今日何を頑張ったのか、そして明日はどうやって頑張りたいかっていうのを書くっていうのをねやってみようかなって思います。はい。今日より明日ちょっとでもね良くなって良くなってる自分をあの楽しみに今日寝るっていうね、で明日起きたらまた自分を幸せにするためにまた頑張ってみるっていうのをやってみるっていいかもしれないですね。はい、本当に皆さんありがとうございます。こんなお話聞いてくださって、ね、いろんないろんな人間がいますね、世界にはね。いろんな人生があります。ライフ。はい。私は海が大好きなので、また海行きたいなと思ってます。はい。ね。皆さんにもいろんな人生がありますね。聞いてくださってる皆さんにもね。ぜひね、メッセージで今何々頑張ってますっていうのね送ってもらえたらいいですね。もちろん JLPT の勉強もねそうですよね。でそうですね、私最近言ってなかったんですけどツイッターをやってるんですよ私。ちょっとですのでよかったらどうぞフォローしてください。はい。リンクのとこに書いてあるかな。ディスクリプションのところと後でコメントのところに書いておきます。このなんだっけ
このアクセスするとこですね。はい。で、あとはちょっとサクサクっといきましょう。JLPT 勉強してる人のためのビデオもありますので、これ私サポートします。皆さんをね。ビデオレッスンあります。N1 と N2 ですね。はい、どうぞ見てみてください。皆さんこれでですね、毎年たくさん合格してらっしゃいます。はい。であとは、Zoom レッスンがあります。ビジネス日本語、会話練習、プライベートレッスンなどなどです。詳しくは私のオンラインレッスンのリンクから見てください。この辺に後でリンク出るようにしておきます。はい。では皆さんメッセージくださった方ありがとうございます。字幕が今なくてごめんなさいね。この春なんとかさんって人とハングルの方、こんばん先生ありがとうございます。あとミハエルさんありがとうございます。なんか何でしょうかね。なんかちょっと今日皆さんが感じてもらえたらいいなと思います。こう自分の人生に対してね。なんか何かやっぱ頑張り続けるっていいことですね。無理のない範囲で、あと楽しみ続けるってことね、やれたらいいかななんて思います。はい。じゃあ皆様今日は本当にありがとうございました。こんな私のまとまりのないお話を、最後まで聞いてくださった皆様に本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。またお話しします。そしてまた一緒に勉強しましょう。ありがとうございました。